岩波茂雄、1946年昭和21年4月25日没。享年64。北鎌倉東慶寺に眠る。その晩年、岩波は山を愛し美術を愛した。昭和17年の岩波。昭和8年岩波書店主人室で。大正5年岩波書店一同の記念撮影。大正2年岩波は神田神保町にささやかな古本屋を始めた。大正天皇の即位式。岩波書店は大正の幕開けとともに歩み始めたと言っていいだろう。しかし岩波を育て出版社としての人生を選ばせたのは明治であった。岩波が長野県諏訪で生まれた明治14年は国会開設の消息の出た年だ。自由民権運動が津々浦々に高まり、日本の立憲君主制が黎明を迎えようとしていた。高等小学4年から中学にかけて日清戦争があった。そしてこの日露戦争、203高地の血みどろの激戦や乃木大山の武勲が人々の血を沸かせていた頃、岩波は第一高等学校を2度落第し除名になった。日本海海戦の大勝利で日本の優勢は決定的になった。この頃岩波は日露戦争に対してキリスト教平和主義の立場から勇敢に反対していた内村勘三の聖書の講義に日曜ごと出席するようになっていた。そして戦争が終わり、国民は勝利に酔い、ポーツマスに講和会議の開かれた明治38年の9月に岩波は東京帝国大学哲学科専科に入学した。高徳秋水らの大逆事件のあった明治43年、岩波はすでに大学を終え、神田女学校で教えていた。軽視した高徳ら12名の墓標。大逆事件と同じ年、日本は韓国を併合して大陸進出の足がかりを築いた。幼い韓国皇帝李王は日本の皇族に編入されて無邪気に兵隊ごっこ。これは併合される前、大磯海岸で伊藤博文と遊ぶ李王である。石を投げているのは伊藤博文。明治の日本。後年岩波は自らを明治の子だと言ったこともある。第一高等学校時代の岩波、友人藤村美沙夫が華厳の滝に身を投じた頃、岩波も信州野尻湖の弁天島に一人こもって人生に反問した。神田女学校時代の岩波。岩波は先生らしくない先生、特色ある先生だったという。だがやがて教育者としての仕事に大きな疑問を抱くようになる。大正2年7月、岩波は神田女学校を辞めた。送別式が終わるとその足で車を引いて古本市へ行き、本を仕入れた。岩波の第二の人生が大正の滑り出しとともに始まった。松井須磨子の歌うカチューシャの歌。
彼女の演じたトルストイの復活が大当たりを取った。岩波の仕事の舞台だった大正時代の東京。町は世界の強国に仲間入りしようとしている国の首都として整備されてゆく。自動車が見かけられるようになり、市電の運転手は最先端を行く職業だった。夏目漱石。古本屋として出発した岩波書店は大正3年9月、漱石の代表的作品「心」を世に送った処女出版である。漱石は流行作家である。駆け出しの岩波書店は漱石のものを出すことによって信用ある出版社としてデビューすることができるだろう。心の出版が決まった時、岩波は感激して立派な本を作ることに熱中した。漱石はその行き過ぎを戒めたが、自分でも想定に苦心し、中国の石膏文を模様として表紙に使った。こうして出版社としての岩波書店が歩み始めた。古本屋時代、岩波は習慣を破って小札販売を断行した。出版社としては著者を大切にすることを考え、印税制度を確立した。その頃の金銭出納帳、岩波が自分で一切をやっていたのである。岩波の周囲には優れた若い学者がいつも集まっていた。漱石の著作、哲学草書、人生を深く考えようとする人々に訴える書物が、この新しい小さな出版社から次々に世に送られた。岩波書店は哲学書と漱石で地方を固めたと言われていた。この頃、読書人口は急速に増えた。多くの高等学校、大学が新しくできた。明治の学士様は偉かったが、今や大学生は大衆化していく。その頃、一高生だった井上俊夫さんは昔を振り返って、なんて言いますかね、難しい本を若い学生はかじったものなんです。ここにもありますけれども、主に論理学、あるいは倫理学、あるいは哲学といったようなものにかじりつきましてね、がむしゃらに読んだんですよ。ただそれが今私の頭の中にあるかと言われると、時々私の書家にあるものを引っ張り出して見るんですけども、よくもこんな難しいものを当時読んだと思うですね。安倍次郎先生のね、三太郎の日記っていう本があった。これは短い随想なり、あるいは理論なり、あるいは何て言いますかね、詩のようなものがあったり、断片的に読めた点もあるんですけどもね、むさぼり読みましてね、これはなんか私の精神に今日ではまだ文字そのままではなくても残ってるような気がしますね。哲学の本なんかやっぱ難しくて、これは今開いてみてもなんだかちんぷんかんぷんみたいですが、よく若気の至りでしょうかね、こういうものに取り組んだんですがね。井上さんは日銀副総裁を経て東京証券取引所理事長になった。大正3年、心が出版された年に始まった第一次世界大戦は大正7年に終わった。倉田桃蔵の出家とその弟子や安倍次郎の三太郎の日記を出版したのがこの頃だ。
第一次大戦で犠牲を払うこと少なく利益を得ることの多かった日本は爆発的な好景気の中で軍備を拡張する。ベルサイユ条約調印の翌年大正9年には88艦隊として知られる海軍の大拡張案が議会を通った。日本海軍はイギリス、アメリカと並ぶ道を歩み始めた。好況は続かない。大正7年、米騒動。大正9年には銀行の取り付け騒ぎがあった。取引していた銀行も危ないとの噂が立ったので、規模の小さい岩波書店はわずかな預金を失うことを恐れて、店員が行列に加わって徹夜したこともあった。その頃の日本に生まれたばかりのソビエトロシアの影響は激しく流れ込んだ。大正9年第1回メーデー。岩波書店はまだ小さな出版社であったが、活動は次第に幅を広げていく。この頃のベストセラー、浦田桃蔵の愛と認識との出発。岩波は明治の人として政治に深い関心を持っていた。普通選挙が問題になった時、いち早く京都帝大の佐々木宗一博士のパンフレットを実費で発行した。さまざまな明暗を描きつつ、日本は近代国家として成長していく。大正11年に発刊した科学草書について岩波は書いた。科学知識の欠乏は我が黒人の著しい弱点であります。それは殖産工業事業に憂うべき結果をもたらすのみならず、さらに根本的に宇宙人生に対する限界の狭小、偏見の横行を将来すると思います。戦争に刺激された産業の急激な膨張は異常であり、不自然な一面を持っていた。ここにご覧に入れますのは、大正時代に文部省が作った教育映画、題しまして、甲州作法東京見物。たくさんの人が農村から都会にやってくる。東京の人口は増える。そこで、近代都市での生活のマナーを知ることが多くの人々の問題になる。岩波書店の店員は少しずつ増えていった。仕事は忙しかったが、時に遠出を楽しんだ。一人の有名な作家が死んだ。ジャーナリズムは大きく取り上げ、人々は興奮した。しかし、続いて起こった出来事のために書き消される。大正12年9月1日。その時、岩波書店の店員は20人足らず、店や倉庫は大破した。しかし、人は無事であった。神田はたちまち猛火に包まれ、漱石の書いた岩波書店の額も外すことができなかったが、原稿は全て運び出した。9月3日の早朝、岩波は町へ出た。焼け野原に道だけが続き、そこをぞろぞろ人が歩いている。朝鮮人騒ぎがひどくなっていた。昨べは10人ほど縛って並べておいて土で殴り殺したと得意になって話している男を岩波は叱った。道にも朝鮮人だと言われる死体が転がっており、通行人がステッキでつついたり足で蹴ったりしていた。
大部分の財産を失った岩波は裸一貫になったと言って猛烈な勢いで働いた。1ヶ月後にはバラックが建った。たった1台残った自転車で駆け回った。そしてたくさんの計画を立てた。11月には早くも思想の震災特集号が出た。岩波はいつでも忙しそうにせかせか働いている。朝は早起きだ。夜は遅い。今いたと思うとすぐ出て行ってしまい、いないと思うとまたすぐ帰ってくる。何でも結論だけを聞きたがった。早足で歩く。飯も便所も風呂も早い。街を歩くのも早いし、山を歩くのもまた早かった。岩波は高等学校時代から南北アルプスをはじめ、主な山をほとんど歩いた。山に慣れた妊婦が、こんなべらぼうな人に初めて会ったと言ったこともある。特に愛したのは富士山であった。大正の最後の年に日本放送協会が成立した。JOAK。愛宕山から流れる号令で日本中が汗を流す。現在はマスコミと呼ばれるものの大きな力がようやく人々の前に現れようとしていた。臨転機を入れた新聞社は急ピッチで発行部数を伸ばしていた。出版界では大衆的な雑誌が大正の末から昭和の初めにかけて次々に創刊された。キングは面白くてためになるという歌い文句で新しい読者層を獲得しつつあった。文藝春秋もまた都市のインテリゲンチャを読者にしつつあった。出版事業の世界はまだ小さかったが次第に規模を拡大し、大量生産で動いている産業界の潮流の影響を受け始める。野店に山積みされているリンゴ。大量生産によって巨大になった産業が生産過剰によって危機に直面する。作りすぎたものが捨てられたり焼かれたりする。パニックが起こる。銀行に殺到するロンドン市民。ヨーロッパで、アメリカで、アジアで、あらゆる都市で銀行に取り付けが起こり、軍隊と民衆が衝突した。産業は萎縮し、失業者があふれた。日本も例外ではありえない。対策は効果がない。東北の農村には娘がいなくなる。失業救済の証明書用だろうか。クラシックなカメラで写真を撮られているのは大都会の失業者だ。浜口首相は国民の不安を鎮めようとする。私はただいまご紹介を受けました浜口であります。本席は経済難局の打開についてという演題のもとに、暗い町の人々は暗い話を聞く。円卓が登場した。大正15年、一冊一円の円本が登場する。改造者の現代日本文学全集である。不況にあえいでいる一つの出版社が試みたこの仕事は大当たりを取り、たちまち多くの出版社がそれを追った。各社は今までの常識を超えた激しい宣伝をした。
岩波は遠本に対して初めから冷笑気味であった。好意がないのだからいくらでも批判する材料が見つかった。しかし岩波がどんなに反感を持っても遠本の企ては自流に投じたのだから成功した。もっともあまりの競争のため採算無視も行われて潰れた出版社もある。これはある遠本全集の宣伝映画の一部。35歳の芥川龍之介、監督は久米正夫。その夏、芥川は自殺し、その全集発行は遺言によって岩波茂雄に託された。遠本によって本の大量生産の道が開けた。読者層は広くなり、その人々の読む本は安くなった。こういう情勢の中で岩波は毎日イライラしていた。他社の新しい全集の発表があると、あれは僕が前から考えていた計画だなどと言った。その頃の岩波の出版物。岩波は文学、思想、あるいは経済などについていろいろ心に計画を抱いたが実行できなかった。そういう時、古典尊重の岩波はレグラム文庫のような総書をやろうと言い出した。学生の頃レグラムに親しんだので自然に頭がそこに行ったのだろう。古典を安く自由に買える岩波文庫を作った。その発刊の字。真理は万人によって求められることを自ら欲しという有名な文句はこの時に生まれた。素晴らしい読者の反響、注文と激励文が殺到する。私の教養の一切を岩波文庫に託すという読者の手紙を見たとき、本屋になってよかったと岩波は言った。その頃の読者の中に中学生だった石井真一郎さんもいた。出世コースを歩む大学同期の卒業生とは対照的に地方労働委員会に勤め、岡山で若い友人たちと読書会を続けている石井さんは、私中学の2年、これ昭和2年でしたんですけど、病気で1年休学しましたね。でその見舞いのつもりだったろう思いますんですけど、名古屋で教師しているおじが当時出始めたばかりだったと思いますけど、岩波文庫何回かに分けてだいぶ送ってくれたのを覚えております。幸太郎藩先生、戦争が近づきつつあった頃、大学生だった石井さんは国家が進む道に自分を合わせることを欲せず、卒業と同時に中国人の労務管理を志願して大陸に渡った。国家がしていることを償いたかったのだ。プラトーのプロタゴラスでございますね。それから役者は違う別の先生でございましたですけど、プリトンやそれからアポロギア、ソクラテスの弁明、小さい時からメッシ方向的な雰囲気でずっと育てられてきてたのに、ギリシャのデルフィーの神殿に掲げられているという汝自らを知れという信託やソクラテスがですね、ちょっと世の中と妥協しさえすれば
ああいうふうな死に方しなくて済んだでしょうし、それにまあ死刑が確定してからも逃げる機会はいくらでもあったわけですね。しかしまあ自分の信ずるところに従って死ぬことをまあ潔しとして、そして毒杯を煽って、そしてまあ死んでいったって、そういう人間の生き方があるんだってことは私に非常に大きいものを与えてくれたように思います。それからもう40年近くなりますわけです。さらにさらに私のうちに生きてて、そういう気持ちはあの時の感激は生きててほしいと思います。満州事変が始まった。山東出兵、そしてこの張作霖爆死事件と準備されてきた大陸への進出がいよいよ本格的になった。昭和7年、満州国独立。東京を訪問した満州国皇帝。満州を制圧した日本は清朝の廃帝溥儀を立てて傀儡政権を成立させ、満州占領の形式を整えようとした。国際連盟はリプトン卿を団長とする調査団を満州に派遣した。リプトン調査団は日本の行動は自衛手段とは認めない。満州国は民族の独立運動によって生まれた国ではない。すべての外国軍隊は満州から撤退すべきであるという報告書を書いた。それでは今からご案内いたします。日本の反駁。日本を支持する国はない。昭和8年3月、代表松岡洋介は景気のいい演説をぶった。しかし国際連盟理事会はリットン報告を42対1で採択。日本は脱退した。昭和3年、岩波講座が発刊され、昭和8年には岩波全書が始められた。これらは大学の講座を一般に開放しようという企てであった。昭和7年頃の神田神保町。岩波書店。この頃の岩波書店はまだ主人を中心とした店員の家族的な結びつきで成り立っている店であった。昼のおかずに魚を焼くといったのんびりした風景も見られた。時にエログロナンセンス時代。昭和7年の雑誌思想に無署名の一文がある。岩波の書いたものと考えられる。心中が流行る。これを奨励するのは良くないとしても、心中のできないほど純情の持ち合わせがなくなり、利害の念のみいたずらに先鋭化していくのは考えものである。巧妙と風紀もなくとも、息に感ずる心持ちだけはなくさぬ方が良いようだ。感激なき人間の向け口もなくはあるまいが、差し向き嫁にはもらわぬがよい。夫にもしてやらぬがよい。理屈だけでは人間は救われまい。心中の悪口は対面だけで生きている上流婦人に任せておけばよい。教育者はかかる現象を探索し非難する前に、まず寂しからずや道を説く君などと女詩人に冷やかされぬ用意が大切だ。その頃、青少年の思想を扇動しようと文部省が制作した社会教育映画「職業戦線」の門で、人は誰でも働く。だが同じ人間が同じように働きながら成功する人もあれば、またしない人もある。それにはいろいろ原因もあるが、特別の事情のない限り、それを単に
世の不運や公平として片付けてしまうことは、人生をあまりにも無意義に扱いすぎはせぬか。出世は努力の賜物だ。貧乏は自らの怠惰や浪費によって招かれると説いている。ちょうど直帰のボタンでも、最初を誤ると最後まで食い違うように、清太郎の落書もまた人生航路のスタートを誤ったからである。人生航路へのスタート。大正時代にすでに根を下ろした労働運動、社会主義運動は昭和初めの不況を背景に盛り上がった。すでに昭和3年には日本共産党員の大検挙があった。315事件である。同じ年、治安維持法がさらに激しく改められて死刑を含むようになった。弾圧のための予算が増大し、特攻が設けられた。学生の多くが社会運動に走った。昭和7年515事件、陸海軍青年将校が総理大臣を暗殺、政党内閣は終わりを告げる。昭和8年、右翼は京都帝大滝川教授の学説を攻撃、多くの教授が大学を去った。岩波は京都へ行って教授たちを激励、兄弟事件という真相を伝える本を出した。思想統制が激しくなった。それに対抗する力もなかなか強かった。これは築地小劇場の舞台。昭和10年、右翼によって美濃部辰吉博士の憲法学説が天皇機関説だとして追及された。岩波書店発行の現代憲政評論は改訂処分を受けた。事件を報ずるロンドンタイムズ。美濃部博士が天皇万能説は西洋思想と弁明したことに興味を示している。国体名調という言葉が途上し、思想統制の旗印となった。まともなジャーナリズムの苦悩は深くなっていく。検閲制度の後ろ盾である出版法は昭和9年にさらに強化された。進歩的学者が討論研究してできた日本資本主義発達史講座は検閲のため全部発売禁止の処分を受けた。その改訂版を出すについて内務省に入れた一冊の写し。岩波書店の仕事を多くしている成功者の社長山田さんは思い出を話す。発売禁止になりますと試験があれば試験も没収されるし、それから原版があれば原版も没収されますから、したがって印刷会社としては大変
迷惑なわけですね。そういう費用なんかはどうなん費用はね、やっぱり出版店のお店に、岩波書店に請求いたしますが、満足な請求は良心的にできないわけですね。やっぱり多少ロスがありますから、それがね、なかなか本や出版社に対して、ちょいちょい発金のある本はなるべく印刷会社としては普通避けますね。まあ普通でそうですね。印刷会社の方としてもいくらか損になる。そうですね。しかし本屋はもっと損する。そういうわけですね。と小さい出版社は大抵やめますね。潰れちゃう。潰れるわけですね。そしてその神保町の本屋を歩いて、出版街でも歩いておったどこの警官がどこへ行くと、顔を知ってますから、それをどこへ行くかというと、岩波書店に行くと、何しに行くってそれまで知られますね。でうちではどういう岩波書店何しに行くということまで。ですから、従ってどうも気味は良くないですね。気味悪いですよね。ですから普段どんな仕事をやって、家庭ではどんな生活しているかというまで調べますね。国木田独歩の市中日記、こういうものさえ禁止された。検閲に対して著者も出版社も敏感である。タブーの言葉は不正字とされる。印刷所へさえ不気味な圧力が押し寄せていた時代である。出版社の人々は今日は何かあるだろうと神経を尖らせて仕事をする。発金、そして改訂版の出版と苦しい根比べだ。検閲制度の暴挙。古く許可した出版物も改めて発禁にする。やがて岩波文庫の白帯のうち、マルクシズム関係のものは自発的絶版という名目で禁止される。しかし岩波の出版物は検閲によって強い圧力を加えられたにもかかわらず、幅広い出版分野のために経営に致命的な傷を受けることはなかった。昭和10年、アルプスと好きな美術を見ることが目的だと言って岩波は出かけていった。長い間心がけていた世界を見るためであった。上海。抗日運動はすでに激しい。上海で長く書店を営んでいた内山勘三氏は親しくしていた魯迅に岩波を合わせた。外遊第一の収穫である。ドイツはすでにヒトラーの時代であり、たくさんの本が焼かれ禁止されていた。自分の昔親しんだレクラン文庫も著しく変わっていることに失望した。その頃入国困難なソビエトロシアにも入った。ロシアの青年たちが
ボロを着ながら目を輝かせて働いている姿に感動したが、国立出版社を訪れて、私は一商人に過ぎないが、こんな汚い本は一冊も出してないぞと自慢した。大西洋を渡った岩波はアメリカの富と若さを見た。世界旅行の感想は、ロシアとアメリカは恐るべきだ。それに中国が目覚めたなら、将来の世界はこの3つの国が動かすだろう。昭和11年2月26日、陸軍青年将校に指導された反乱部隊放棄。これを機に軍の力は一層強くなった。昭和12年7月、盧溝橋事件が起こった。岩波の志と反対に、日本は中国との本格的な戦争に突入したのである。国家総動員法によってあらゆる国民が、あらゆる物資が、あらゆる産業が戦争に動員される。出版界でも戦争の影響が顕著になっていく。物資の欠乏が激しくなり、出版資材は高騰した。自局に迎合する出版物が氾濫した。その中で従来の方針を変えなかった出版社のものは変わらず売れた。このような書物に人々は心の拠り所を求めたのだろう。凶作の農村、王道ラグと建設のスローガンに踊らされて内原訓練所に集まった子供たちは、やがて満州の荒野に送り出されていった。日中事変の始まる前、岩波は中国の5つの大学に自分の全出版物を寄贈しようとしたが、すでに遅く志を果たせなかった。日露戦争の時、奉天で医師クリスティがやっていた病院。収容されているのは貧しい中国人の負傷者や病人である。左の端の人が明治16年から満州で人々に尽くしてきた伝道医師クリスティだ。昭和13年発刊された岩波新書の第一編に、このクリスティの奉天30年が選ばれたのは、日本のやり方を批判することにもなった。岩波文庫の古典普及に対して、岩波新書は現代の問題を扱い、日本人の真の教養を高めることによって国家の不正に対する反省を求めようとしたのだ。それから25年、銀座の雑踏には戦争の影もない。だが、朝日新聞学芸部長の大木屋正蔵さんには、若い従軍記者として、また後には一兵卒として中国大陸を転戦した思い出がある。外貨っていうとね、僕らの時代っていうのはですね、学生時代に戦争が始まって、そして、10年までですね続いたっていうんで、戦争に明け暮りしてね、その間にちょっぴり平和な生活があったっていう時代じゃないかと思うんですね。そういう時代にはね、やっぱりその地位階級っていうのはね、割合に真面目になるんですよね。人生っていうものに対決しようって気持ちになるんでしょうね。で、そういう意味で、僕らの同時代人ではね、やっぱり太田圭司っていう、戦時したご長さなんだけど、彼なんか一つの典型と思いますね。岩波文庫を全部持っておってですね、そして、友人たちは彼のことを学長のあるエンサイクロペディストと言っておったというんですからね。太田伍長は戦死したが、その日記は出版され、戦争で死んだ知識人の記録として感銘を与えた。28ぐらいじゃないですかね。阪川の行楽戦でね、その時に私は百一師団と言いましてね、
東京の師団に着いたんです。でロザンの山の中でね、戦争があったわけなんですけどね、そこで連隊長が戦死したんですよ。で特派員ですからね、私は戦死の模様をね、連隊長の戦死の模様を聞くために最前線行ったわけですね。そこで一晩中弾に撃たれましてね、もう本当にひどいんだ。それがぴょんぴょんで弾じゃなくてね、プスプスって弾なんだから、そこでしょぼしょぼと松の木の根っこかなんかにくっついて寝てるわけですよね。周りには10人ぐらい兵隊さんがいるわけです。兵隊さんがボソボソボソってやっぱなんか喋ってるんだ。それを聞いてるとね、東京の兵隊だからね、夏でしょ、暑いしね、冷ややっこを食って死にたいってのを言ってんだな、なんか。で僕は何だろうと思った。で僕は何だろうと思った時、やっぱり地域階級の端くれなんでしょうね。読み残した本のことをね考えましたね。で例えば三木清のねパスカルにおける人間の研究なんて本はね、名前聞いたけど僕はまだ読んでないんだ。例えば前出長五郎氏のね、経済学史概説とかね、経済学史概説か概要か、あれなんかも聞いてきて僕は読んでないわけだ。そういう本をね書いたら予防なってことをしみじみ感じましたね。それは非常に哀れな気がした自分が書いたら読まないんだけど結局情勢が厳しくなった頃、岩波は五箇条の御誓文を対処して掲げた。知識を世界に求めとか、万機公論に決すべしという文句は、岩波を攻撃する勢力に対する防波堤の役割も果たした。紀元2600年と称する祝いがあったのは昭和15年である。こういうお祭り騒ぎをよそに、岩波はこの年、基礎科学を研究する若い学者の生活を助けることを目的として100万円を出し、財団法人風樹会を設立した。昭和16年正月の岩波家、事業の置かれた状況は日ごとに厳しくなっていく。ある軍人は検閲制度を強化し資材を抑え、本の配給を握れば出版界を完全に統制できると公言したが、次第にその通りになっていった。前の年の3月に起訴された津田事件は岩波を重苦しくしていた。津田佐吉博士の著作は古く出版され、あるものは文部省の推薦図書であった。右翼の告訴で津田博士と岩波は被告人になった。皇室の尊厳を冒涜しという出版法第26条が適用されていた。津田博士攻撃者の一人、箕田京喜に送った岩波の手紙。小生は一冊の雑誌、一冊の図書を出版するにも、いまだかつて学術のため社会のためを思わざることなく、吉田松陰全集を出す心持ちとマルクスの資本論を出すこととにおいて、出版社としての小生の態度においては一貫せる宗旨のもとにいずることにござ候。昭和16年12月8日、大本営陸海軍部発表。12月8日6時、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態にいて、帝国の渋滞はまさにこの一線にかかっておるのであります。今こそ1億の国民が一丸となって立ち上がるべき時期であります。昭和17年、学徒出陣。情報局は言論統制を厳しくやっていたが、日本出版文化協会を設立して出版物の事前検閲をやった。
今まで出版と何の関係もなかった自局便乗の人たちが我が物顔に振る舞い、少なくなった紙を自局に協力する者だけに割り当てた。昭和17年11月3日、その頃大東亜会館と改名していた東京会館で情報局主催の大東亜文学者会議が開かれた。東京にその輝ける発会式を挙げました。中華民国代表仙東村中華人の領主、満州国代表梅国氏、胡定氏、皆等しく大東亜戦争下、かくも盛大な大会を開いた日本の。その同じ日、同じ時間に、同じ大東亜会館で岩波茂雄の開古30年感謝晩餐会が催された。500人の参会者。幸田露伴、三宅節礼。島崎藤村。学者、芸術家、実業家、政治家、そして無名の人、少数の軍人もいた。この会を指して自由主義者の最後の晩餐会と罵る者がいた。この昭和17年を境に戦局は日本の不利に大きく傾いていった。岩波書店の歩んだ後を記録する写真もほとんどない。写真どころではないというより、出版どころではない時代に日本は突入していたのだ。そこにはもう女も男もない。ただあるものは旧後日本の頼もしい姿だけであります。雑誌「中央公論」改造も反国家的の理由によって取り潰された。次の目標は岩波書店であると攻撃者たちは公言していた。配色が次第に濃くなっていく中でわずかに出された本、戦争に駆り出されたもの、工場に徴用されたもの、故郷へ帰ったもの。岩波書店では130人の店員が30人になった。戦争に出ていく人があるたびに全店員を集めて送った。昭和18年の正月の挨拶に岩波は、今の状態ではいつまでこの仕事が続けられるかわからない。出版ができなくなったらみんなで一緒に百姓になろうと言った。勝つために今生徒の学童たちは北へ西へと旅立っていく。昭和19年学童疎開が始まる。ひどい食料不足の中でニュース映画が撮りに来たりお役人が視察に来たりした時だけ立派な食事が用意された。誰が一体明日の日本を背負って立つのだ。だからこそ君たちの荷物は重要な戦争物資と同じように急速に送られることになり、皆が力を合わせて君たちの疎開が一刻も早く完了するようこの通り一生懸命なのである。この頃岩波の30年にわたる出版物がこのまま滅びるのを惜しんで死刑を安全なところへ移すことを進める人があった。岩波の故郷諏訪中津村の人々は全村を挙げてこの仕事に協力した。空襲が激しくなり東京はほとんど焼けた。店員は最後には13人になった。ある新聞に岩波書店は解散したと誤報された。沖縄が落ち本土決戦が叫ばれる中で
戦争は最終段階に入った。敗戦、廃墟。戦後20年の12月の日にですね、岩波来たわけなんです。でその時には岩波書店の大変大きい出版社だと思ってね、それ期待して入ってたらね、十何人しかいないんですね。でその頃ね、中谷浮吉郎氏がたびたび岩波書店やってきたらしいんだ。でいつ行ってみてももう人気がなくてね、そして埃だらけになってて、これは岩波書店一体どうなるんだろうっていうんで非常に気になった。こういう話をしていたがね、岩波茂雄がね、ある時この金を会計からね3000円持ってると。そうすると金は残ってないわけだ。それでね、社員が憤慨してね、金持ってちゃいかんと言ったら、悪かったと言って返してよこしたと。そのくらいね、つまりないわけだ。人がない、金がない、紙がないね。でもその頃時々出した方はみんな売れたね。ないから。アメリカはね、つまり検閲しちゃいかんと言ったけど、日本にね検閲したと。しかもね、検閲をすることをねしていると知らせては相ならんと、こう言っておいて実に猛烈な検閲したわけだ。そしてしかもね、日本の時にはこの不正字ということを許していた。これアメリカでは不正字をやったとするとだね、それは検閲を受けたということになるから、不正字はいけないというふうにやったと。まあ非常にこの巧妙なね弾圧だな。当時の岩波書店の人々。敗戦の年に出版された14冊の本。岩波は今後の自分の仕事について情熱を持って考えた。総合雑誌「世界の発刊」もその一つ。これからやろうと気負っていた岩波に不幸が訪れた。長男雄一郎の死、自らも友人の葬儀に徹して長野市で倒れた。それから半年後、昭和21年4月25日、岩波茂雄は64年8ヶ月の生涯を閉じた。今工場はかつてに勝る力強さで煙を上げている。再び三度復興、そして繁栄。だがこの50年、幾度か繰り返された繁栄は必ずしも人々に幸福をもたらさなかった。今日の繁栄が準備しつつあるものは何か。50年を振り返って我々は何を考えるべきなのか。戦後の日本の進路を規定した新しい憲法は言う。集会、結社、および言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。検閲はこれをしてはならない。通信の秘密はこれを犯してはならない。神田神保町は今も本の町だが、歳月はその表情を大きく塗り替えた。町の装いが変わり、風俗が変わった。しかし最も根本的な変化はこの言論出版の自由にあるのではないか。昭和38年、創業50年を迎えた岩波書店の書籍は戦前の4650冊、
戦後の4800冊を合わせて9450冊になった。かつて岩波茂雄は言った。一冊の雑誌、一冊の図書を出版するにも、いまだかつて学術のため、社会のためを思わざるはなく、この信念は受け継がれて今も生きている。37巻、41巻、43巻、はい、32巻、はい、42巻、48巻、はい、39巻。